ここが好きだよ日本人へようこそ。数ある世界の食文化の中でも高い評価を誇る和食。2013年には日本料理としてユネスコ無形文化遺産にも登録されました。そんな世界に誇る和食の味付けにはあるものが欠かせません。その凄さに注目する科学者もいるぐらい興味深いものです。海外の人をもうならせた日本独自の味付けとは一体どういったものなのでしょうか。こんにちは。僕はマルタン。フランスはプロバンス在住さ。ワインの販売で生計を立てているんだ。フランスというとみんなはワインを想像するんじゃないかな。プロバンスでもワインの元となるブドウの栽培が盛んに行われているんだ。プロバンスのワインはロゼが中心だね。ロゼワインは薄桃色のワイン。この玉ねぎの皮のような色はブドウの果皮によって着色されるんだ。赤ワインを作るときは一緒に加えられるブドウの果皮なんだけど、大半のロゼワインの場合は色がついた段階で取り出されるね。このフランスのワインには様々な種類があるんだ。ボルドーワインやブルゴーニュワインなんかは有名だね。特にボルドーの位の高いワインはとんでもない値段で取引されるよ。一方、プロバンスのワインは気候がブドウ栽培に適しているだけあってリーズナブルなのさ。フランスには他にも様々なお酒があるんだ。有名なのはブランデー。蒸留方法、作られる土地の違いからコニャックやアルマニャックなど様々な種類に分かれるね。曰く付きのお酒もあるよ。アブサンという名前のお酒なんだけど、精神に作用する成分を持った苦よもぎという薬草を漬け込んでいるんだ。アルコール濃度も非常に高くて、昔は飲んだら精神に異常をきたすなんて言われていたね。このアブサン、ゴッホなどの芸術家に愛されていたのさ。美味しいお酒には食事がセット。フランスの食文化は世界に誇るクオリティさ。高級レストランで食べられるフルコースをイメージする人が多いと思うんだけど、フランスの料理はそれだけじゃない。例えば僕が住んでるフランス南部ではラタトゥイユという料理がポピュラー。切った野菜をオリーブオイルで炒めてトマトで煮込んだ簡単な料理だけど、味は保証するよ。そんなフランス料理に欠かせないもの、それはスープさ。肉や野菜などの材料から煮出したフォンや肉汁を指すジュ・フォンにバターや小麦粉を加えてとろみをつけたルーなど、味付けに素材の旨味が出たスープを利用するんだ。そんな僕が仕事の一環で日本に行くことになったんだ。プロバンスが誇るワインを日本にも売り込みたくてね。そのためにはまず日本の食文化を理解する必要があったんだ。日本人が頻繁に食べる焼き魚には白ワインが合うし、焼き鳥などの肉料理には赤ワインが合うってのは前々から分かっていたんだけどね。どうして日本に売り込むかって？日本人はお酒が好きだからさ。日本酒や焼酎は日本が誇る素晴らしいお酒だ。日本人はお酒を作るためにわざわざ専用のお米やさつまいもの品種を開発したんだ。そんな日本にはまだまだ開拓できる市場がある。そこにワインを送り込むことで商売が成立しないかと考えていたんだ。そこで僕が向かった先は京都。日本古来の文化や建物が残る町さ。京都では懐石料理のような伝統的な日本の食べ物が愛されているんだ。それに伏見というところでは日本酒が有名なんだ。日本の食文化を知るにはもってこいの場所だろう。日本に着くや否や関西国際空港から電車に乗って京都に直行したよ。
京都の街並みは昔の面影を残していて見応えがあったね。京都には清水寺や金閣寺といった観光名所が多いと聞いていたよ。でも僕には京都をゆっくり観光している暇なんてなかったよ。まずは京都を代表する懐石料理を食べることにしたんだ。予約していた店に入ってしばらく待つと料理が出てきたよ。小さい皿に盛られた地味な色合いの料理だったよ。高い料金を払ったのに期待を裏切られたというのが本音さ。高級フレンチのようなフルコース料理を期待していたんだ。正直味にも期待できなかったね。でも日本の食文化の研究という名目で来ている以上食べなきゃならない。ということで野菜の煮物を一口食べてみたんだ。その時は驚いたよ。野菜の味がしっかりとついているだけじゃないんだ。野菜に絡むスープの味が良かったね。動物由来の味だけじゃない複雑な味がしたよ。その煮物に入っていたキノコも美味しかったね。匂いを嗅ぐといい匂いがして食べた時にその香りが口の中に広がるんだ。他にも色の薄いスープがついていて最初はお湯か何かかと思ったんだけどこれも素晴らしい味だったよ。お吸い物って言うらしいんだけど魚介だけでは出せないような複雑な旨味だったよ。フランスのフォンとはまた違う材料を使っているんだろうね。デザートも良かったね。いわゆる和菓子ってやつさ。完食して日本料理の素晴らしさを思い知ったよ。控えめな見た目で侮っていたけど日本人の食に対するこだわりがしっかり詰まった料理だったね。特に旨味の表現においては高級フレンチよりもこだわっているんじゃないかな。それと日本人が味付けに何を使っているのかとても気になったよ。その後庶民的な定食屋でも食事をとったんだ。この時も驚いたよ。まずはだし巻き卵。だしというのが何かはわからなかったけどジューシーで独特の旨味を感じたね。日本人がよく飲んでることで有名な味噌汁。あれの味も独特なんだ。味噌の味といえばそれまでなんだろうけど大豆だけじゃ出せないような旨味を感じたね。その後ホテルにチェックインしたんだ。部屋で日本の味付けについて詳しく調べたよ。日本では食材から旨味を取り出す作業を出汁を取るって言うんだね。フランスにおけるフォンと同じようなものらしい。出汁を取る素材には幅があるんだ。動物性の鰹節や植物性の昆布、そのどちらでもない干し椎茸なんかが多用されるね。鰹節は乾燥させたカツオという魚の切り身を用いるんだけど、場合によってはカビを生やすそう。フランスでもカマンベールやブルーチーズの製造にカビを用いるから親近感が湧いたね。鰹節は削って使うそうなんだ。どうやら鰹節を削るための道具があるらしいね。それだけ日本人の食卓に欠かせないものなんだろう。スープの原料がそこまで加工された食品であるということに少し驚いたよ。椎茸は日本のキノコ。干すことで旨味が増すらしい。キノコを重宝するのはフランスでも一緒で、モリーユやジロールといったキノコが愛されているんだ。魚やキノコから旨味を取り出すのは理解できたよ。でも不可解なのは昆布。海藻らしいけど、そんなものから旨味が出るのか気になったよ。それで調べてみると、グルタミン酸という旨味成分が出るそうだ。このグルタミン酸はトマトにも豊富に含まれているし、食品に加えられていることも多いから知っていたんだ。ヨーロッパでは干したトマトから旨味を引き出すことが多いのさ。
日本人が海藻からこのうまみ成分を抽出しているというのは初耳だったよ。さらに調べてみると、このグルタミン酸を発見したのは日本の科学者だって記載されていたよ。この科学者がうまみという感覚の存在を提唱したそうだ。そして日本料理の複雑な味付けの秘訣についても分かったよ。素材ごとに様々なうまみ成分が含まれているんだ。例えば代表的なうまみ成分であるグルタミン酸は先ほどの昆布やトマトに含まれている。他にも肉や鰹節にはイノシン酸、キノコにはグアニル酸が含まれてるね。このうまみ成分、組み合わせによってはうまみが増強されるんだ。アミノ酸であるグルタミン酸と核酸系の物質であるグアニル酸、またはイノシン酸を組み合わせることでうまみの相乗効果が起きるらしいよ。日本人はこのうまみの性質を知ってか知らずか使いこなしてるんだ。だから日本の料理は複雑な味わいなんだと理解できたよ。フランスの料理はイタリアの料理の流れを組んでいるのだけど、日本人はほぼ自力で高度な食文化を築き上げたんだ。それは世界に誇ってもいいんじゃないかな。この日本料理の歴史というのも驚くべきものだ。1000年以上も前の古事記の時代にはスタイルが出来上がっていたそうだ。どうやら自然の中の神が食事を通して人と結ばれるという世界観があるらしい。食事一つとってもこういった文化的側面を読み解くことができるから楽しいね。あらゆる側面において日本人が食事というものを大事にしているということが分かったよ。食に携わる者として日本人の考え方を見習いたいね。世界に誇る日本の食文化。その味付けには出汁が欠かせません。日本では様々な食材から出汁が取られますが、その中でも代表的なものは昆布や鰹節、干し椎茸などの乾物です。乾物の歴史は古く、昆布は1000年以上も前から利用されてきたのです。安土桃山時代より軟水がメインの上方では昆布、硬水寄りの水がメインの江戸では鰹節が多用されました。この出汁にはうまみ成分が含まれています。人間が感じる味覚の中にうまみという感覚があり、それを引き起こす成分がうまみ成分なのです。昆布にはグルタミン酸、鰹節にはイノシン酸、そして干し椎茸にはグアニル酸といううまみ成分が含まれています。さらにこのうまみ成分は組み合わせることで単体の時よりも強いうまみを表現することができるのです。これをうまみの相乗効果と言います。アミノ酸系のグルタミン酸と核酸系のイノシン酸またはグアニル酸という2つの異なる系統の成分を組み合わせることでこの相乗効果が生じます。このうまみの存在を提唱したのは日本の科学者である池田菊内でした。池田は後にうまみ成分の一つ L グルタミン酸ナトリウムを発見しました。このグルタミン酸ナトリウムは今でも人工調味料として世界で使われています。日本が誇る偉大な発見と言っても良いですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。